はい、本日は日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションをご覧いただきありがとうございます。本プロジェクトのプロデューサーの神谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今年で22年目の開催を迎えた米国アカデミー賞公認国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバルアジアは、総合テーマ日本人と自然のもとに縄文時代から現代まで続く日本の美を国内外へ発信し、次世代に伝えることでさらなる未来の創生を目指す日本博とコラボレーションをスタートしました。令和2年度日本博主催共催型プロジェクトとして、日本古来よりあるわびさびや木に対応される日本人特有の美的感覚を探る企画を実施しています。日本の美は縄文時代から現代まで1万年以上もの間、大自然の多様性を尊重し、生きとし生けるものすべてに命が宿ると考え、それらを畏敬する心を表現してきました。先人が創造し、守り伝えてきた多くの文化財や伝統芸能の表現や美意識は、現代の美術、デザインやファッション、漫画、アニメなどに影響を与え、また新たな価値や文化の創造につながっています。第1回のシンポジウムでは、ショートフィルムを通じ、世界の美から日本の美を考えるパネルディスカッションを行いました。そして今回は、日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションと題して、プロジェクトにご参加いただいた作家の方々をお招きし、執筆いただいた作品についてはもちろんのこと、日本に眠る語り継ぎたい物語やその魅力、また日本の美についてお話ししていきたいと思います。それではプロジェクトにご参加いただいた作家の皆様に順番にご登場いただきましょう。まずは、上田隆弘さんです。こんばんは。上田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、上田隆弘と申します。作家としてはですね、2013年に、新潮というですね、文芸誌の新日賞からデビューしまして、会社でですね、働きながら書いてるっていうのはちょっと特徴的というか、ところかなと思うんですけど、大学卒業してからですね、IT のスタートアップに参画しまして、僕の興味としてもやはりその最新のテクノロジーとか、今実際に起こっていることは何なのかっていうところがすごく注目してしまうタッチなので、IT 技術とかそういったものがすごく発展している中で、これがなぜこんな起こってるんだろうっていうのを、目を凝らして書くっていうのは作風かなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。上田さんには今回、兵庫県の淡路島を舞台に、君たちという短編を執筆いただきました。はい。じゃあ、続きまして、大前青さんです。こんばんは。大前さんよろしくお願いします。じゃあ、簡単に自己紹介をお願いします。大前青と申します。小説家をしております。2016年にですね、グランタジャパンという、雑誌の、短編の公募に、通りまして、商業作家としてデビューしました。著書として、最近のものですと、ぬいぐるみと喋る人は優しいという本があります。本作はですね、今発売中の文芸誌の文芸に載っているおもろい以外いらんねんという、お笑い芸人の話になります。ショートさんが主催しているブックショートアワードっていう短編の賞の第2回の大賞をいただきまして、その時も民話を二次創作するっていう企画だったんですけど、その時は雪女の話を書きまして、映像化もしていただきました。今日は皆さんのお話を聞かせていただくの楽しみです。お願いします。よろしくお願いします。大前さんには福島県で生まれ育った主人公が登場する作品、おばあさんと川を書いていただきました。じゃあ続きまして、3人目、高野裕太さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい。去年、リニューアルしました坊ちゃん文学賞でショートの公募に変わった第1回目、第16回の坊ちゃん文学賞で大賞を受賞しまして、今年、受賞しまして、それから第1回目の今回短編小説を書かせていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。去年、愛媛県松山市のその坊ちゃん文学賞ですけど、5000作品以上の応募があった中で、大賞に選ばれた高野さんです。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい。
そして、今回の日本各地のストーリー創作プロジェクトでは、その名の通りもう日本各地を舞台に、その土地に長く伝わる物語だったり文化をモチーフにした、新作を、この3方に書き下ろしていただきました。作品はすでに公式サイトにアップしているので、どなたでも、全文お読みいただけます。で、今回作品はすべて、今現在進行中ですけども、英語に翻訳して、世界に発信していくというような予定でおります。で、さらに、この3作品のうち1作品を映像化、する予定なんですけれども、まあ、我々ショートフィルムフェスティバルという映像をやっている団体なので、今日はそのショートフィルムフェスティバル&アジアと縁の深い映画監督の方々にもご登場いただきたいと思います。高弘也監督と加藤大志監督です。こんばんは。こんばんは。高さん、加藤さん、よろしくお願いします、本日は。お願いします。お願いします。お二人には後ほどショートフィルムフェスティバル&アジアが展開する、ブックショートアワードというプロジェクトで、それぞれ監督いただいたショートフィルムについてお話しいただく予定です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さらに本日は今私が申し上げたブックショートアワードという大前さんも大賞を取った、プロジェクトですけれども、二次創作の短編小説を公募してショートフィルム化するというプロジェクトで、これは本当に今回の企画の、ある種原型にもなったと言っていいようなプロジェクトなんですけれども、そこで過去に、大賞を受賞されたお二方もゲストで来ていただいています。直近の第6回で大賞を受賞された森菜子さんと2014年度第1回で大賞を受賞された結城紫音さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。この二方には最後にプロジェクト参加作家の皆さんに、質問や感想をぶつけていただこうと思っています。どうぞよろしくお願いします。では一旦、よろしくお願いします。一旦、高監督と加藤監督、森さん、ゆきさんには、バーチャルな控室にちょっとお戻りいただいて、ここからは、3名の作家にそれぞれお話をお伺いしていきたいと思います。高さん、加藤さん、森さん、ゆきさん、また後ほどよろしくお願いします。はい、ということで、今回の日本各地のストーリー創作プロジェクトですけれども、ポイントを、最初にちょっとご説明すると、大テーマであるところの日本の美というのは、もちろんのことなんですけれども、それ以外に3つ、大事なところがあるかなというふうに思っています。それは、1つ目が土地、そして、過去の物語だったり文化、そして映像化という3点、土地、過去の物語や文化、映像化という3点です。で、このうちの映像化については先ほどご登場いただいた監督に後ほどお伺いするので、皆さんにはまずはそれぞれ土地と過去と物語、文化、物語の舞台となった土地だったり、モチーフにした過去の物語や文化といった話題を中心にお伺いして、そこから今回の作品について、書いていただいた作品について、で、それからさらに、美についてもお話つなげていければと思います。なので、まずはお三方に今回作品の舞台となった土地とご自身の関係だったり、距離感について順番にお話をお伺いしていければと思います。上田さんは、今回兵庫県淡路島を舞台に物語を書いていただきましたけれども、今は東京にお住まいですけど、ご出身が兵庫県ですよね。そうなんですよね。僕は出身兵庫県なんですけど、加えて今回淡路島を舞台にしたのは、両親が淡路島出身なんですよね。なので、すごく里帰りといった場合に、結構兵庫に、明石出身なんですけど、明石に帰ることもあれば、淡路に帰ることもあって、結構みんなで家族で集まるときは、今でも淡路に集まったりとかするので、すごく馴染みが深くて、思いが深い土地なので、ちょっと今回、兵庫県っていう中では、淡路を舞台にしたいなっていう思いが強くありました。これまで具体的に淡路を舞台にした作品っていうのは、あんまりイメージとしては、出てきた、がっつり舞台にしたのはあんまないですよね、きっと。一応異教の友人っていう作品
淡路島の新興宗教を舞台にしてあ、書いたりなるほど。とかはしたんですけど、まあ、それぐらいですかね。なるほど。その、ご自身、前とかにはちょいちょい書いてたりしたんですけど、修作的な感じで、デビュー前に。なるほど。その、馴染み深い土地を書くっていうことについては、どうでしたか、今回書いてみて。はい。もう一回お願いします。馴染み深い、ご自身にとって、そのご両親の、ご出身である淡路島っていうところで、馴染みのある土地を小説で実際に書かれるっていうことは、感覚としてはいかがですか？他とは違いました？なんか。そうですね。今回、淡路島にある巨大な仏像を作品に取り上げたんですけど、すごく子供の頃から淡路に帰るためにすごく目立ってたんですよね。で、それが、まあ、最近、取り壊しというか、所有者が亡くなってしまって、結構建造物としてどう扱っていくんだみたいな議論が、まあ、インターネットでもあってですね、ニュースになったりして、そういったものをまあ、子供の頃から見てたものを、こういうふうに扱えるっていうのはすごく感慨深かったですね。子供の頃の違和感が作品として消化できたみたいな。はい。ありがとうございます。ちなみに、上田さんがお考えになる淡路島の、まあ、魅力だったり、美みたいなところはどんなところがありますか？そうですね。淡路島ってもともとは政治犯の抜け地だったりするじゃないですか。で、そういったものがなんか、まあ、ある種のロマンみたいなものを昔から感じていて、ちょっと変わったというか特徴的な土地だと思うんですよね。で、昔のそれこそ源氏物語出てきたりだとか、まあ、和歌とかに出てきたりするような古い土地なので、まあそういった意味でもちょっと再度注目いただけるとありがたいなとは思ってました。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ続きまして、高野裕太さんは、北海道生まれで現在も北海道にお住まいでいらっしゃいますよね。はい。はい。で、今回、まあ、北海道を舞台に作品を書くにあたって、ご自身が普段暮らしていらっしゃる、まあ、土地の空気だったり、まあ、目にされている風景みたいなの参考になったりしましたか？そうですね。逆に私は北海道以外に住んだことがないので、これ、どれが北海道ならではなのかっていうのも、いまいちわからないといえばわからないんですけど、なので作品を書くときにも、北海道らしさがあるのかなと思いながら、北海道らしさを探しつつ書きました。でも SNS か何かで、あれですよね、北海道っぽい作品、北海道らしさを感じたみたいなコメントが確かあったかと思うんですけど。もともと北海道に住んでらっしゃった、今違うところに住んでらっしゃるフォロワーの方が、なんかすごく北海道を感じたって言ってくれたので、ちょっとは出てたのかなと思いつつ。はい。ありがとうございます。高野さん、ご自身住んでらっしゃるので、なかなかあれかもしれないですけど、北海道の魅力みたいなご自身で思われることってあります？そうですね。私、夏生まれなんですけど、冬が好きで、都会、冬に東京とか行くと、むしろ寒くて、すっごい震えちゃうんですけど、北海道は、雪が降るとちょっと暖かくなるというか、なんで11月ぐらいとかがものすごく寒くて、雪が降るとちょっと暖かくなるので、早く雪降らないかなと思う感覚があって、で、私は、冬の朝の空気が好きで、ちょっと作品にも今回、春のあたりなんですけど、まあ冬じゃなかったんですけど、作品にもちょっとだけ出したんですが、早朝とかに、こう外に出た瞬間の空気っていうのが、ものすごく綺麗だなって私は思ってて、それが北海道の割と好きな中では結構一番かもしれない、私の中ではポイントです。いいですね。作品にもそれが反映されてっていうようなところでありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、大前さん。大前さんは京都在住でいらっしゃいますけれども、今回は福島を舞台に作品を書いていただきました。で、上田さんと高野さんは、まあ、ある種馴染みのある土地を書いていただいたわけですけれども、大前さんは、まあ、福島は訪れた経験が一度もないというようなところだったと、というふうに伺ってますけど、そういう意味でなんか書きやすさだったり書きにくさみたいなのってあったりしましたか？そうですね。コロナのこういう状況なので、実際に現地にも行けず、
いろんな方に、福島の、舞台とした三島町っていうところと土湯温泉っていうところで実際に生活をしておられたり、仕事をしておられたりする方に取材して、生のお声を聞かせていただきながら書かせていただいたんですけど、そうですね、その取材をしながら小説を書くっていうことが今回初めてだったっていうのと、あとせっかくそのお話を聞かせていただいたので、それをできる限り活かしたいなっていう、なんていうんですかね、ある種責任感みたいなものが生まれたので、その点を考えると書きにくかったですね。書きにくかったんですけど、まあ、それとは同時に、その普段一方的にこっちで調べて、一方的に学ざして小説を書くときにあんまり体験したことのない、なんていうんですかね、ライブ感というか、締め切りとかも迫ってましたし、そういう臨場感みたいなのを感じて、楽しかったです。ありがとうございます。なかなか普段にない書き方を今回していただいてっていうようなところで、でも出来はすごい、なんというか、他のものと今までの作品と遜色ないというか、すごい面白いものができたというふうに思ってますけど、どうですか、その窮屈さが作品に出ちゃってますかね。いや、でもどうなんでしょうか。そうですね、結構自分のが結構企画に合うように書いたというか、なんでしょう、今回のこの企画の概要をそのままプロットにするような感じというか、当てはめていくような感じで、ちょっとなんかゴロッとした感じというか、なんていうんですかね。そうですね、なんでしょう。そうですね、なんか自分の側に作品だとか企画を寄せるっていうよりは、企画の側に自分を寄せに行ったような感覚がありましたね。多分それは他の方ともまた別の、違うスタイルというか、だったと思うので、そのあたりはまた後ほど詳しく、皆さんでお話しいただければと思ってます。はい。じゃあ続いては、モチーフにした、過去の物語だったり、文化だったりっていうところを、起点にして、今回ご執筆いただいた作品について深掘りしていこうというふうに思ってます。じゃあ、続いてまた大前さんからお伺いしたいと思います。で、じゃあ、おばあさんの川という作品ですけれども、僕の方からじゃあ、あらすじをちょっと簡単にご紹介します。美人と言われるのが嫌だった。故郷の福島県三島町から上京する途中に立ち寄った土湯温泉でおばあさんの皮を手渡された京子。皮をかぶっておばあさんに変身し、気になる男性の心の内を探ろうとするが、というような、あらすじですけれども、これは、福島県三島町に伝わる民話、乳母川、おっぱの川という作品を題材に、書かれた作品です。お前さん、この乳母川、おっぱの川を初めて読んだ時の印象だったり、ちょっとこの作品の元になった作品の説明も含めて、お話最初いただければと思うんですけど。わかりました。おっぱの川はですね、都に出ることになったある娘が主人公で、その彼女が美人であるということによって、道中、道すがら襲われるのではないかと、心配したあるおばあさんが、今川、おっぱの川っていう皮をその娘さんにかぶせるんですね。そして娘がその皮をかぶったことで、おばあさんの姿として都で働いて、で最終的にある家に嫁ぐっていう、話です。その話の内容自体はですね、日本全国に、類似の民話とかもありますし、多分その世界中にも、似た話が存在していると思うんですけど、その中で、印象的だったのは方言ですね。その島町交流センターの山彦っていうウェブサイトで解読したんですけど、全文が方言で声として記録されていることが一番印象的でした。で、実際に、また後ほど詳しくお話ししていただきますけれども、語り部の方にもお話をお伺いして、すごく印象的なお話があったかと思います。で、その乳母川、おっぱの川ですけれども、どんな切り口で作品に取り入れたかみたいなところを、ちょっとネタバレにならない範囲でお話しいただければと思うんですけれども。はい。そうですね。僕は結構、もともとのおっぱの皮に存在しているキーポイント、おばあさんと
娘が都に出ることになったことだとか、娘がおばあさんと出会って、川をもらっておばあさんの姿になったこととか、で都で、ある男性と出会ったことだとか、そういうその元の、二次創作の元になった作品が、もともと持っているキーポイントを拾っていくように、そこに、何でしょう、現代風にアレンジしたものを当てはめていくように書きました。で、その当てはめたのに、今回の大きなテーマである土地だとか、その土地に伝わっているっていうことを、そうですね、それも当てはめていくように、書きましたね。なるほど。その中で今ちょっとスライドが出てますけど、かなりストーリーとは別ですけど、三島町の景色も非常に取材の中で印象的な話も伺えたりして、これがあれですよね、冒頭のところで出てくるような第一只見川橋梁みたいなところも非常に素敵だったかなと思いました。はい。で、あとは、そのストーリーとしては、こけしもすごく印象的な存在として描かれていると思うんですけれども、こちら、土湯温泉は日本三大こけし発祥の地の一つっていうようなところで、土湯温泉の伝統こけしが登場するんですけど、このあたりはモチーフとしてはいかがでしたか？そうですね。なんでしょう、福島っていうものの、その土地性の一つとして、こけしを出させていただいて、ですね、で、小説に書くにあたって、僕も、土湯こけし一つ購入させていただいたんですけど、なんかこの、なんていうんですかね、このこけしの目というか、なんでしょう、こちらを見透かすような目をしてるなと思いまして、で、そのことがある種、その登場人物にとって鏡のようなというか、その登場人物自身もだし、それを読む人とかを反映するような存在としてもなんかモチーフとして機能してくれるかなと思いまして、なんていうんですかね、その多義性といいますか、曖昧さとか複雑さを許容するようなこういう顔が、なんか小説っぽいなというか、なんていうんですかね、小説的な顔だなと思って出しました。大前さんと一緒に私もこけし職人の方に電話で、こけし工人の方もインタビューさせていただいたんですけども、本当になんというか、見る人によって同じこけしでも表情が違うというか、印象が違うみたいなことをおっしゃっていただいてますね。今、大前さんがおっしゃったことと通じることなんではないかなというふうに思いました。ちょっと声聞きにくいですか？大丈夫ですかね、皆さん。大丈夫そうですか？聞こえますか？大丈夫ですか？はい。じゃあすみません。進めていきます。で、今回は、皆さんに書いていただいた作品を、翻訳して世界に発信していくわけなんですけれども、今回は、ちょっとなんか音があれですかね。すいません。今回はその翻訳者の方から作品の感想をそれぞれいただいています。で、大前さんが担当してくださったのは、エミリー・バリストレーリさんという方で、アメリカのウィスコンシン州生まれ、2012年から東京にお住まいの翻訳家の方です。で、エミリーさんは、角野栄子さんの魔女の宅急便だったり、森見富彦さんの夜は短し歩け乙女などの人気作も、英訳されています。で、大前さんの作品の英訳は、ビームに続いて、今回で2作目だというふうに伺っております。じゃあ、ここでエミリさんの、ビデオメッセージをご覧ください。どうぞ。こんにちは。大前青のおばあさんの川を英訳させていただいたエミリー・バリストレーリです。大前さんは普段から愛読している作家で、この作品は見事にテーマにはまりながらとても今の大前さんらしい話とも言えます。教子の悩みがメインなのに、高齢者、特に女性の存在を薄く感じてしまう社会的傾向があるからこそ、この物語が成立することを京子にちゃんと考えさせたのも重要に思いました。そして福島県という舞台がとても新鮮でした。日本の美という点で只見川の橋とか片栗桜祭りなど、本当に行きたくなる気持ちが芽生えてくるような描写がたくさんあります。物語はやはりそういう引きつける力がすごいと思います。
これ以外もいろいろ言いたいことがあるんですが、それらを後でツイッターに投稿して、とりあえず皆さんはまだであれば、ぜひ読んでほしいと思います。ありがとうございました。はい。ぜひ、エミリさんのツイッターを今後注目ですけれども、おっしゃっていただいてたように、美人だっていうふうにちょっと決めつけられることが嫌な主人公が、主人公自身が、ある種おばあさんという、方にはめてしまうみたいな、ところがあったりっていうようなコメントもあったんですけども、大前さん、今のコメントを聞かれていかがですか？そうですね。なんか、2、3年前とかなら、同じような、お依頼というか、お仕事いただいても、多分、その書いた内容がだいぶ変わってきたなというか、いろんな価値観が浸透してきた2020年だから書ける話っていうのがたくさん出てきたかなと思っていて、で、当事者だから書ける話もあれば、当事者だからこそ書くのが難しい話とかもあると思うので、なんかそのあたりのバランスを調節しながら、なんかいろんなものを書いていけたらなと思いました。ありがとうございます。じゃあちょっと、お二方にもからもお話を伺いしたいんですけど、じゃあまずは高野さんから、このおばあさんの川を読まれて、ご感想だったり質問とかあればお願いします。はい。まず前半の福島のパートは、私も福島に行ったことがまだないので、ちょっと旅行してる気分というか、今の情勢もあるので、ちょっと楽しい感じというか、一緒に旅行してるような気分になりました。で、全体のところで言うと、その人をその人と思う要素というか、人をその人と認識する要素って何だろうって考えてみたりとか、一番差別される、こう思われるっていうのが嫌なのに、一番そう思ってるのは自分だったりとか、そういうことを考えてみたり、差別に敏感な人こそ、他の差別に敏感じゃない時もあるのかもとか、ちょっと立ち止まって考えてみたりとか、いろいろ考えながら読みまして、個人的には、私、ちょっとおばあさんの皮欲しいなって思いました。以上です。ありがとうございます。上田さんいかがですか？そうですね。やっぱり福島を舞台にされるっていうことで、原発の問題とか地震の問題とか、触れる触れないっていう判断とか、すごい難しいところだと思うんですよね。で、その辺をどうお考えになったのかなというのが一つ気になったところと、あと、やはり美醜っていうのが、女性にとって美醜っていうのが、非常にですね、扱うのが難しいと思ったんですけど、そういったところの、なんでしょうね、今回、この企画で、これを扱おうと思ったっていう、気持ちというか、制作動機ってちょっとお聞きしたいなっていうふうには思ってました。はい。そうですね。原発とか地震は、そうですね。なんか入れると、ごちゃっとしてしまうというか、なるほど。それが一番あったっていうのと、あとなんかその元のおっぱの皮という作品があって、その民話自体に割と起承転結が備えられていたので、そこをちょっと活かすというか、何でしょうか。そのおっぱの皮では、原作では、その美人であるということが、他の人に襲われてしまうみたいなことが、ということが書かれていたんですけど、今、2020年になって、そういう危険もあったりはするんですけど、なんでしょうね。美人であるということが、なんていうんですかね、崇められすぎというか、消費されすぎているような世の中の中で、その原作の中で美人というものの価値観が結構はっきり打ち出されていたので、今回こういう企画で二次創作するのであれば、それを結構、なんていうんですかね、反転というか、そのままひねってしまっても、成立するんじゃないかなと思って、このあたり書きましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。土音声はかなり震災でも被害を受けて
旅館がいくつも、難しい状況になってっていうようなところもあったので、そこをフォーカスするっていうこと自体がもしかしたら何かしらの、意味を持ってくるのかなというふうには私個人としては、思ってました。はい。で、じゃあ最初に、申し上げたように今回ちょっと映像化っていうようなところが今回のプロジェクトの特徴としてあって、3作品のうちちょっと1作品を今後先々選定してというような形になるんですけども、大前さんご自身は、今回書くときに、実際にその現地に行けたわけではなかったので、特にそうだと思うんですけども、その作品を書かれるとき、今回も含めてなんですけど、頭の中に映像って浮かんでたりするもんですかね？いや、あんまり浮かばないですね。とか、それよりは、その登場人物の心情というか、モノローグだったり、なんていうんですか、声っていうようなものの方が先に浮かんできますね。それをとりあえずバーって書いて、で、なんでしょうね、登場人物とかに風景を最初絡ませたい時とかに、どんな風景がいいかなっていうふうに頭の中で、なんでしょう、浮かぶというよりは、映像を作り出してからそれを描写したりするっていうことの方が多いですね。映像を作り出してから描写する。そうですね。なんか、どういう映像っていうか、そうですね。どういうふうな、人の動きだったり、景色の動きだったりしたら面白くかつ作品に合ってるかなみたいなのを考えてから、そうですね。なんていうんですかね。そうですね。頭の中でなんか数秒間の映像を作り出して、それを文字にして描写しているという感覚がありますね。大前さんの場合は、かつてそのブックショートアワードで大賞、雪女で撮られた時に、実際に映像化されましたけど、その時の実際のその映像と、頭の中でそういうふうにイメージされてたものって、なんというか、どうでした？違和感があったとか、寄り添っていたとか、なんか感じたことってありました？そうですね。なんでしょう。全然違っていて面白かったですね。なんか映像に映ると、一瞬で何もかもが映ってしまうじゃないですか。でも文字だと、右から左とか上から下とか順番に描写していかないといけないし、それを読んだり見たりする人の時間も順番に流れていかないといけないんですけど、映像だともうパッと映るとそれがもう存在してしまっているので、それがすごいなと思いました。ありがとうございます。じゃあちょっとその映像の話題を振らせていただいたので、続いて冒頭でご紹介させていただいた、映画監督の高弘也さんにご登場いただいてお話をお伺いしたいと思います。高監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあすいません。ちょっと簡単に自己紹介をお願いできればと思います。高弘也です。脚本と監督やってます。ショートさんには、過去に2作品ほど選んでもらって、で、そこからの縁で、次に話す、名前っての作品を撮ることになったり、ついこの間も、ブックショートさんと一緒に、ある日アワードの誕生日おめでとうという作品を作ったりしてます。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、高監督にはいろいろお世話になってるんですけども、今日は特にその二次創作された小説を映像化するプロジェクトの先から繰り返し出させていただきますけども、ブックショートアワードの第4回の大賞作品である、坂口安吾のラムネ氏のことを現代の日本に置き換えた短編、名前って2つ以上の鐘の音という作品をショートフィルム化していただいています。じゃあちょっとその予告編をせっかくなのでご覧いただきます。じゃあお願いします。田中コンドームジュリア。田中コンドームジュリア。田中コン嘘でしょこの名前。名前クイーンだって出来上がってんじゃん。名前。僕は捨てるで。気にしないでくださいよ。あなたの名前は捨てて前に進むんや。コンドームがコンドームつけとれ。は
はい。ちょっとインパクトのある、なかなかインパクトのある映像が出ましたけど、じゃあちょっとタカ監督にいろいろお話をお伺いしていければと思うんですけども、まずはその原作と、映像の関係みたいなところで、今の見ていただいたものとはちょっと離れるかもしれないんですけれども、一般論として原作があるものを映像化するときの難しさだったり、楽しさだったり、醍醐味みたいなところをお伺いできればと思います。難しいところは、やっぱりその小説独特の、文字だからこそ出てくるテンポ感だったり、情報量の多さだったりっていうところを映像化するときに、やっぱりどうしようかなとか、その小説でみんなの頭の中で、想像が膨らんでた方が面白い、部分とかってあるような気はしていて、そういうところが実際映像になると、バンともう物として見えてしまうじゃないですか。で、そこら辺をどうしていくかっていうのが、やっぱり難しいところなのかなとは思います。で、とはいえ、そこは楽しいところでもあって、なんかその、名前の時の話だと、結構小説の中で擬音が使われていて、で、それの、なんかテンポ感が、すごい心地よかったりとかして、なんかそれを映像にした時も、そのテンポを味わってもらえないかなっていうのを考えるのが結構楽しかったりとか、あと、その中で描かれているテーマとかを、自分なりの解釈で、それでそこに乗っ取ってやるのか、それともその自分の解釈乗っけてやるのかとか、そういう、なんですかね。共同作業みたいな、ところがやっぱ楽しいところではありますよね。その中でその名前ってで言うと、その映像の原作のさらに元となる二次創作された原作があったわけですけれども、その二次創作のされた元とその二次創作された元の作品、二次創作された作品イコール映像の原作で映像っていうような形であると思うんですけど、そういう場合は、二次創作の場合は、やっぱり両方意識しますかね、その元となった作品も含めて。そうです。結果として意識するっていう感じですかね。その結局、根っこのテーマは同じところをたどっていて、で、だからそこのところは、共通しているので、意識しようとせずとも、意識するというか、そんなイメージですかね。ありがとうございます。じゃあちょっと今日のテーマに絡めて全く話題を変えちゃう部分もあるんですけれども、タカ監督が映像を撮影したり作品作りの時に意識する、B みたいなところについてちょっとお話しいただければと思います。B なのかわかんないですけど、その、なんか美しいところだけ見ても結局は美しくないというか、ある種コントラストがあるから美しいのかなとは思ってはいて、なんか意外となんか嫌いな場所だったり嫌いな風景の方が、綺麗に撮れたりとか、なんか、そんな気はしているんですよね。だからなんか、それこそ僕が沖縄行って、沖縄を撮っても、その、地元の人が撮っている沖縄の方が、実は沖縄らしくて、沖縄がとっても素敵に見えたりとか、なんか、酸いも甘いも知っている方が、美っていうのは、なんか気づけるのかなとか、いうふうに思いますね。だから意識してる、なるべく、例えば地方物撮るときとかは、その場にポンと行って、撮るっていうよりも、なるべく行くようにしたりとか、そういうことは考えてますね。その土地との関わりというか、によってちょっと撮れるもののクオリティというか、何かが変わってくるように感じてらっしゃるっていうような感じですかね。そうですね。なんか目線が違ってくるような気がしますね。面白いですね。ありがとうございます。はい。
はい。じゃあ、ちょっと、映像について、一旦、タカさん、ありがとうございました。ここで。はい。ありがとうございました。はい。では、続いて、高野由太さんに北海道だったり、そしてアイヌ文化をモチーフにした作品の火移りの食卓という作品を書いていただきましたけれども、お伺いしていければと思います。高野さんに書いていただいた作品の、火移りの食卓のあらすじを、じゃあ私の方からご紹介します。千雪はお母さんが作ってくれた最後の朝ごはんを食べなかったことから、食べ物をうまく受け入れられなくなる。夢でクマになって取る食事に助けられどうにかやり過ごしてきたが、一周期が迫った頃状態が悪化。そこで一人の同級生と出会うというような話で、舞台は北海道でアイヌ民族の儀式、イオマンテをモチーフにされた作品です。で、はじめに、今回は火移りの食卓を翻訳していただいているシャーニー・ウィルソンさんからのメッセージを、ご紹介いたします。ニュージーランドの出身で、今はロンドンに住んでいらっしゃいます。日本に住まれた経験もある方ですね。でシャーニーさんはこれまで江国香織さんの、夜と妻と洗剤など数々の、のほか数々の作品を翻訳されている方です。じゃあ、ビデオをご覧ください。シャーニー・ウィルソンと申します。ニュージーランド人です。私は現在イギリスのロンドンで翻訳者として働いています。過去に5年間ほど名古屋と東京に住んでいました。北海道を訪れたことはありますが、アイヌ文化について詳しくなかったので、作品の冒頭部分は謎でした。しかし、すぐさま、アイデンティティ、肉親の死、友情、伝統的食文化を扱った圧倒的な世界観を引き込まれました。先住民マオリ族の文化不幸の様子を実際に見てきたニュージーランド人としても深い興味を感じています。私にとって日本の美といえばミニマル、シンプル、わびさびだったのですが、この作品を読み、日本の美とはより豊かで多種多様であると知りました。温かな人間関係、伝統的な美しい木彫り、お顔のような食文化。それは自然崇拝のアニミズムの起源があるのかもしれません。こういった作品が我々外国人を新たな世界に導き、美にあふれた日本への理解を一層深めてくれるのではないでしょうか。はい。ありがとうございます。で、今、多様性だったり、アニミズムといった、シャンニさんのコメントありましたけれども、今回、アイヌ文化の伝統的な儀式であるイオマンテを題材に、一つしているというようなところで、まずはそのあたりお伺いできればと思うんですけれども、高野さんいかがですか？イオマンテを題材にされたのは。はい。今回たくさんアイヌ関連の本を手に取って読んでみたんですけど、その中でやっぱりイオマンテっていうのは結構目にすることが多くて、アイヌの方にとって重要な儀式でずっとあった、今じゃないですけどずっとあったものということで目にすることがやっぱり多くて、今よりかなり以前に行われていた行事というか儀式というかなんですけど、北海道の中は最近広く場所あんまり限らず札幌とかでも他のところとかでもヒグマの目撃情報とかがニュースになることが本当に多くて、冬が明けるとですね。なのでそこから今と昔とこうつながる部分があるかなというか、そういうところから発想を得ようかなと考えまして、イオマンテを題材に用いました。ありがとうございます。しかもそのアイヌ民族の伝統的なある種儀式であるイオマンテをなんというか感じるというか体験するのがアイヌ民族ではないその和人の方の主人公だったっていうところがかなりそのポイントかなと思うんですけども、そのあたりいかがですか？そうですね。今回書くにあたってアイヌにルーツのある人、あと和人にルーツのある人だったりとか、和人のルーツだけれどもアイヌ文化に関心がある人だったりとか、ルーツあるなしだとかに関わらず、そのいろんな人の交わりを書こうと思って、その中でさっき言ったみたいにヒグマっていうのを
こう中心点に置いて書いてみようかなと思ったのが始まりです。ありがとうございます。であとは、今回主人公の友人の、祖母が朗読するプクサの魂という、この本に、収録されている、アイヌの昔話という本に収録されているお話を、この小説の中で、小説内小説というか引用させてもらっているようなところがあるんですけれども、プクサの魂についてちょっと、高野さんからお話しいただいてもいいですか？はい。プクサの魂、内容じゃなくてですね。そうですね。はい。アイヌの方の考え方の基本的な理念に結構近い伝承のものなんじゃないかなというのがあって、自分に必要な分を取って、他の人とか他の生き物、魚とか動物とかの分を残して分け合うっていうような考え方は今も十分生きる、アイヌの方でも和人にルーツのある人でも関係なく生きる部分かなと思っていて、私自身も食品の廃棄ロスとかが結構気になる方で、お店で買い物するときとかに消費期限、すぐ食べるものだったら消費期限の近いものから買うようにしてたりとか、そういうのをちょっと気になってるタイプなので、すごくスッと入ってくるお話でした。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、その食事というところで言うと、オハウというか、今回の物語でかなりその食卓というのがタイトルに入っているように、その食事が大きなポイントになってくるかと思うんですけれども、そのあたり、いかがでしたか？その食事、食べ物を書くみたいなところに関しては。はい。アイヌの関係の本とかを読んでると、もちろん食文化のものっていうのが出てくるんですけど、結構自然に、やっぱり自然と寄り添って、食事も自然のものをそのまま、その味を生かしたままいただくとか、動植物とも隣り合って、食事もつながりがあるっていう感じの文献いっぱい読んだんですけど、なので、オハウも私もちょっと食べに行って食べたんですけど、すごくなんていうんですかね、優しい食べ物というか、結構オハウ自体は頻繁によく食べられるものっていうことで、昔の本とかに載ってる感じだと書いてあったんですけど、私結構食べ物を題材にしてる話を書くことが多くて、最初にお話しした坊ちゃん文学賞の時もちょっと食べ物の話だったんですけど、なんで今回も自分が思ってる、結構大事にしてる食べ物っていうものと、アイヌの食文化の中での食べ物っていうのと、近い感覚で書けたかなと思います。あとは、アイヌにルーツを持たれている方に今回ちょっと取材を一緒にさせていただいたんですけれども、大学生で YouTuber としてもご活躍されている、関根麻也さんという方に一緒にズームで取材させていただいたんですけど、それもかなり印象的なお話が多かったと思うんですけれども。そうですね。私もともと人の話を聞くのが好きなので、すごく興味深い時間だったんですけど、でも別にそれはアイヌにルーツのある人だから特別興味深いお話を聞けるとかっていうよりも、関根さんの経験してきたことだったりとか、関根さんっていう個人を作ってきた要素の一つとしてのアイヌ文化と触れ合うことの多かった、幼い頃からのお話とかをたくさん聞くことができて、本とか資料とかだけを読んでしまうと、ついつい難しく考えすぎてしまうんですけど、やっぱりそこには今生きていらっしゃる方には、本とかに載ってることじゃなくて、そこに生活としてとか、日常としてのものがあって、具体的なものを考えられるようなことを教えてもらって、お話ししてる中で、アイヌのことをよく知ってる人とか知らない人とかっていろいろ出てくるような感じの話の流れの時に、日本人だからって日本の歴史とかをよく知ってるとか、着付けができるとか、伝統的な料理を作れるわけではない。歴史とかも好きな人もいれば、別に興味のない人もいるっていうのを、ようなお話の中でそういうことが出てきたところがあったんですけど、それを聞いてて、私自身としても、ルーツと知識の有無って別にイコールではないよなっていうのがありまして、それ別にアイヌの文化とか日本
の和人とかの日本の文化とかっていうのじゃなくて、今たくさんの人が日本にいろんな国の方が住んでいらっしゃると思うんですけど、日本で生まれたよその他の国のルーツを持つ方とか、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、そのいろんな国の人たちに対しても、こうちょっと案外見落としがちというか、そういうルーツのある人だからこうとかって思ってるつもりがなくても、ちょっと思ってる節ってきっと誰かしらあるのかもしれないなっていうのは、これは私の考えとして、ちょっとこう、一つ自分の中に置いておかなきゃいけないことかなと思いました。ありがとうございます。じゃあちょっと他の方にも感想をお伺いできればと思うんですけど、上田さんいかがでしたか？上田さん聞こえますか？あれ聞こえてないか？上田さん聞こえますか？はい。はい。上田さん、感想、今聞こえてましたお話。なるほど。じゃあ、今回の、火移りの食卓、高野さんの作品を読まれた感想を、お願いできればと思います。質問などもあれば。はい。はい。そうですね。すごくテーマがですね、虚食であったりとか、そういうところじゃないですか。そこが、すごく高野さんの、個人的な、興味とか、作家的なテーマに結びついてるんじゃないかなと思っていて、そこのですね、虚食っていうテーマ、先ほど高野さんも今まで、食事について小説を書くことが多かったっていうお話を教えていただいたんですけど、今回やっぱりアイヌのそのストーリー、民話というかストーリーから導き出したのか、自分の中のテーマから、このストーリーを選んだのかっていう、その順番がですね、作家的な興味としてちょっと聞きたくて、それを教えていただけると嬉しいなと思います。和人にルーツのある子の話、そっちのラインで考えてるのは、アイヌの方の話と結びつけてというよりは、私が考える上で、食事と人と人間とっていう感じで、そっち、私の書こうとしてる方に近いところから走ってると思います。はい。よろしいですか、上田さん。はい。はい。じゃあ、大前さんいかがですか？はい。感想なんですけど、登場するアイヌの料理とか文化とか、お母さんとの思い出というか記憶、そういった歴史っていうものが、その作中でダメージを負ってしまっている主人公をケアするものとして機能していたのが、すごくなんていうんですかね、面白かったし、読んでてなんかその体が楽になるような感覚がありました。ありがとうございます。はい。じゃあ、またちょっと映像の話ができればと思うんですけど、高野さん、作品を書くときに映像頭に浮かんでらっしゃいましたか？はい。いつも映像を文章にして読んでる人に自分の頭の中の映像と同じものをできるだけ見えてもらえるようにと思って小説を書いてるので、いつも映像は頭の中にある上で書いてます。ありがとうございます。じゃあまた再びちょっと映像の話になったので、映画監督にご登場いただければと思います。加藤大志さんです。こんばんは、加藤です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ簡単に自己紹介をお願いできればと思います。はい。加藤大志と申します。監督のほかは映像カメラマンとしても活動しています。ショートフィルムフェスティバルでは、過去3作品がジャパン部門でノミネートされて上映させていただきました。その後に第5回のブックショートアワード受賞作品のシャフリヤールの昼と夜という作品の映像化の際に監督をさせていただきました。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、そのシャフリヤールの昼と夜というアラビアンナイトの二次創作を加藤監督に、映像化していただいたので、まずはその予告編をご覧いただければと思います。どうぞ。今回もありがとうございました。次はどんな話をしようかな。
考えておきますね。ロボットが感情を持つなんてまだまだ先の話です。本当に何でもよく知ってるんですね。私、お話を続けないと殺されちゃうんです。なんで裁判しなかったの？お母さんのこと嫌いか。お父さんと同じくらいね。この間言いましたよね。いつも会いたい人はいるかって。ええ。それは私でしたか。はい、というような作品ですけれども、加藤監督にも、お話をお伺いしたいと思います。まず、先ほどとちょっと重なる質問になるんですけれども、その原作があるものを映像化するっていう時に、その難しさだったり楽しさだったり、あるいは何か感じるところがあればお伺いできればと思います。はい。そうですね。難しかったところで言うと、自分自身がゼロからそのキャラクター、登場人物を生み出してないので、その人物のその持ってる感情とか考えをこう正確にこう小説から読み取らなければいけないので、その部分はすごい難しかったなと思います。なので、その原作を読み込むっていう時間にすごい労力を費やしたというか、何度もこう原作を読んで、映像に反映しようと思って、今回臨みました。ありがとうございます。その中で、その二次創作みたいなところっていうのは、どうですか？その原作、ある種原作が2つあるみたいな感覚もあるかと思うんですけれども。そうですね。正直あんまり実は意識してなくて、というのも今回、アラビアンナイトというのが、元になるわけなんですけど、そもそも1000年前以上の作品だったりするので、でもそれがなんか現代に通じるんだなと思っていて、聞こえない？聞こえますよ。聞こえます。そうですね。1000年前以上のものが、その現代に面白くこう小説化されているので、本当にすごい面白い作品になったなっていう感想で、正直あまり映像化する際にはあまり意識はしませんでした、実は。面白いです。ありがとうございます。また高監督とは違ったご意見で。はい。そうです。ありがとうございます。じゃあちょっと今回の大テーマである日本の美みたいなところについてもお伺いできればと思うんですけど、加藤監督が作品作りの際に、そういった面で意識されることってありますか？そう、日本の美、ちょっと難しい質問かなと思ったんですけど、すいません。いえ。結構自分の作品の中で、現実の残酷さみたいなのも結構大事にしてて、それって表面的にはあんまり美しくないことだと思ってるんですけど、でもなんか目を背けたいこととか、その蓋をしてしまいたいことをあえて描くっていうのはなんかすごい実は綺麗なことなんじゃないのかなと思ってて、日本にはその美しい場所だったり、景色だったり、そのおもてなしの精神だったり、たくさん美があると思うんですけど、なんかそういうことじゃなくて、そうじゃない部分をあえてこうさらけ出して、こう物語にしていくっていうのも、その一つの日本の美みたいなものになっていくんじゃないのかなって、個人的にですけど、思ったりしてます。ありがとうございます。単純に綺麗なものを撮るっていうことではなくてっていうことですよね。そうですね。あえて映すっていうことが、美というとちょっと違うかもしれないんですけれども、一つの美の表現になるんじゃないかなって思ったりしてます。いや、非常に興味深いご意見、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。加藤監督でした。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、ここからは上田さんにお話をお伺いできればと思うんですけど、ちょっと回線があんまりもしかしたら良くないかもしれないですけど、今いかがですか？上田さん、聞こえます？はい。今ちょっと回線変えまして。ありがとうございます。すみません。
携帯の方がいいって不思議ですけどね。すいません。いえいえ。なので、ちょっと今まであんまり話が聞こえてなかったかもしれないんですけど、上田さんが、の作品が結構舞台化されてますよね、舞台。そうですね。はい。その時に、脚本を、見たりして、どうですかね、なんか、お感じになるところ、なかなか言いづらい、答えづらい質問かもしれないんですけど、ご自身の、今まで2回舞台化していただいてるんですけど、すごく面白いのが、やっぱり、なんでしょうね、割と小説のセリフをそのまま、長台詞を言ってくれたりするんですよね。で、それを、脚本の段階だとそこまででもないんですけど、舞台上で役者さんが言ってくれると、なんかすごく感動しますね、やっぱり。頭の中に言ったものが、実際人間が演じてくれてるっていうのが、すごく良くて、そこは本当に素朴な感動がありますね。その配役だったり、でビジュアルが見えるわけじゃないですか。あとは声のトーンだったり、みたいなところっていうので、なんかそのイメージ、元のイメージが、どれだけ映像的、音声的イメージがあったかわかんないんですけど、そのあたりとの、なんというかギャップだったり、なんというか親和性みたいなところ、シンクロ率みたいなところで言うと、どうですか？結構あんまり固定したイメージって作家側にもある人もいるのかもしれませんけど、僕はあんまりなくてですね、最初に思い浮かんだのが、やっぱり自分の声に近いもので、ガーッと書いていくんですけど、割と遂行するタイミングで、登場人物の顔が見えてきたりとか、風景が見えてきたりするタイプなんですよね。元はご自身に近いところでっていうことなんですね。から変わっていくっていう。自分の、思念とか、そういったものを、ある意味ではあまり深く考えずに釣られていって、直していくタイミングで、こういうことを言ってるこの人は一体どういう顔をしてるんだろうっていうふうに思い浮かべながら書くことが直すので、その時に初めて情景とか顔が浮かんでくるという状況なんですよね。面白いですね。しかもそれも毎回同じパターンじゃないので、やっぱり実際の肉体を持った役者さんがやってくださると、あれ、これが正解なのかなみたいな。そう、それは逆に、なんというか、刺激を受けるような部分もあるんでしょうね。めちゃくちゃ刺激を受けますし、本当に書いてよかったな、素朴な感じです。面白いですね。じゃあ、ちょっとこのまま上田さんには作品について、今回の作品についてもお伺いできればと思うんですけれども、兵庫県淡路島を舞台にした作品、君たちですね。じゃあ、ちょっと簡単にあらすじを僕の方から紹介させていただきます。有給消化のため淡路島にある別荘地に滞在する僕は、隣の家で暮らす謎の親子に出会う。裏飯や日本人形で播州皿屋敷を演じる少女と、自らの境遇について分かりやすい説明をする母親との一晩の記憶というようなところなんですけども、今回ちょっとモチーフにしていただいたのが、播州皿屋敷という物語で、関東でいうと多分番町皿屋敷っていうのが非常によく知られた物語だと思うんですけど、ほぼ同じようなところなんですけれども、そういった部分も含めて、まずは最初にお二方からちょっと質問をしていただければと思うんですけども、じゃあお前さん、君たちを読んでいかがでしたか？さっきのスタンスの話とかも含めて。そうですね。他の上田さんの作品でも、そのウィキペディアとかネットの文章とか、あるいは作中の登場人物が書いている小説だったり、上田さんの他の小説からの引用だったり、そういうなんか複数のモチーフを一つの紙の上にごちゃっとっていうか、そのコラージュしながらというか、編集するように書いていかれるのがすごく上手だなと思うし、それがその上田さんの作風というか、一貫しておられると思うんですけど、今回の君たちもその播州皿屋敷の持っていき方がハマっていたのと、あと階段っていうものが内包しているその男女のその関係性というか、ジェンダーのアンバランスさっていうのが、その普段というか、いつも書かれている上田さんもそういうそのアンバランスさを書かれていると思うんですけど、そういうのがすごくその企画自体と相まっていてとても面白かったっていうのと、あと、お聞きしたいのが、こういうなんていうんですかね、
ある種その特殊な企画というか、ちょっと制約というか、満たすべき条件が多いような企画っていうのと、そのご自身のその作風とのすり合わせみたいなのって、どういうふうに考えられたのかなっていうのをお聞きしたいです。はい。ありがとうございます。本当に大前さんおっしゃる通りで、今回の企画ってある意味無茶ぶりじゃないですか。何ですか？無茶ぶりじゃないですか、今回の企画って。その地方の昔話を材料に、なんか今風の二次創作をして、作家ですからやっぱりそこそこのものにしてあげなきゃいけないなっていう義務感のもとやるじゃないですか。なんで、すごく正直僕も結構苦労したんですよね。普通の作品書くよりも。ただ僕は運が良かったのが、播州皿屋敷っていうのが、兵庫県にあったので、これってすごく有名なモチーフで、しかも調べていくと、番町皿屋敷だけでもなくてですね、全国にすごいあるらしいんですよ、この作品が。要は、女性に、そういった、なんですよね、罪を背負わせて殺してしまって恨めし合ってなるっていうのが、すごく残ってるらしいです、全国各地に。っていうと、その普遍性みたいなものがあるんだなっていうのが、だんだんその書いて遂行しているうちに分かってきて、それがですね、ある意味運が良くて、で、その普遍性に気づいたときに、この作品できるなっていうふうになって、だんだん僕が今まで書いてきた作品のスタンスにつながっていったっていうので、結構初稿の段階では、書いたものの、これ、どう処理すればまとまるのかなって思ったんですけど、遂行していくと、だんだんその、今まで書いてきた、普遍性とか、そういったもつながって、一安心って感じでなった作品ですね。やっぱり無茶ぶりは無茶ぶりだと思うんで、多分皆さんそこもすごく苦労されたんだろうなと思っていて、その辺もちょっとお話ししたかったんですけどね。ありがとうございます。すみません、無茶ぶりをした張本人で。無茶ぶりされてこそなんぼでもです。ありがとうございます。高野さんからいかがですか？はい、感想になるんですけど、少し読み進めるごとに刺さってくるというか、切れ味がすごく鋭くって、話の中で君たちっていう言葉を、セリフを2人の方がおっしゃるんですけど、君たちって言われるたびにちょっとついついハッとするというか、ちょっとびっくりとするというか、ちょっとうつむいちゃうっていうか、そういう感覚になったりとかしまして、ずっと先を気になってずっと読み続けてたんですけど、なんか最近っていうか、ネット社会なせいもあって、ついついすぐ分かったふりをしちゃうのが人間というか、だけど実際そこまで分かろうとしてない面もあるんじゃないかっていうのも思ったりとかして、そうやって考えること自体も、分かりやすい説明っていうので、片付けようとしてるんじゃないかなとか、その辺を行ったり来たりぐるぐる考えながら、自分の普段の考え方とかも顧みたりとかして、すごく印象深い作品でした。ありがとうございます。君たちは上田さんの狙い通りですか？高野さんをドキッとさせたのは。そうですね。やっぱり現代人って、いろんなものが見えすぎちゃったりとか、分かりすぎちゃったりするのが結構息苦しさにつながってると思うんですけど、その中でもよく思うのが、生きてるだけで被害者でもあり加害者じゃないですか。で、それがいろんなそのステータスとか、ポジションとか属性で結構グラデーションがあるという中で、誰しも君たちって言われると、すごいギクッとする部分があるんですよね。そういったものが、ある種なんですよね。ここ痛いでしょみたいな、内身を押すみたいな作品にだんだんなっていって、僕自身も痛気持ちいいみたいな感じになってる。高野さんがギクッとされたっていうのはすごい、意外ですけどね。そうですか。言う側なのかなっていう気はしたんですけど。びっくりとします。誰しもが被害者で加害者だと思うので、その辺が読者の方が読んでいただいた際に、自分にも関係あることだなっていうふうに読んでもらえるんじゃないかなっていうふうに思って書いたので、そういう感想いただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いては君たちを今翻訳していただいている、テリー・ギャラガーさんからのビデオメッセージですね。
で、日本におよそ10年間住んでいたことがあるテリーさんは、援助お父さんのセルフリファランスエンジン、フィリップ・K・ディック賞を受賞した作品ですけれども、だったり島田正彦さんや山田恵美さんの作品の英訳も手掛けていらっしゃる方です。じゃあ、ご覧ください。こんにちは。翻訳家のテリー・ギャラガーと申します。今、アメリカのマサチューセッツ州に住んでいて、上田隆弘の君たちの短編小説を翻訳している最中です。この君たちというストーリーですけれども、どちらかというと、シーンとした静かな話ですよね。今住んでいるケープコッドとよく似たような景色で、淡路島が場面になっています。美って言えばちょっと大きすぎるですけども、日本語の表現としてはですね、その題からその面白さが始まります。翻訳家としてはですね、日本語の特徴は、あんまり単数、複数はよく区別しないような、と言われますけども、それは英語の場合は、you っていう言葉は、単数も複数も区別つきませんので、翻訳家としては困ります。だから、簡単に you を使おうとしたらば、それは君たちのたちは通じませんので、よく考えてて、ユーロットっていう題をつけてしまいました。もう一つ出てくる言葉ですけども、裏飯屋っていう幽霊の決まり文句ですけども、それも英語は、そういう裏飯っていう内容、その意味を含まれる表現はございません。だから、アメリカの場合は、西洋の場合は、幽霊はただ、うーっていうだけですよね。だから、その裏飯っていう意味が含まれないのが一つ惜しいですが、仕方がないんですよね、翻訳家としては。いろいろこのストーリーは興味深く読ませていただきましたので、どうぞ皆さんお読みください。はい。テリーさんもやっぱり君たちっていうところに注目してくださったみたいですけど、その、You が君たちっていうのも面白かったですし、裏飯屋っていうのに当たる英語はないっていうふうにテリーさんおっしゃってましたけど、やっぱりそこの辺あたりも日本人というか、独特の感覚なのかなというふうに思ったりしました。で、今回その作品の中で、淡路島のその淡路人形浄瑠璃っていうところも一つモチーフになっているかとなってまして、一緒に上田さんと取材も電話でさせていただいたんですけども、そのあたりについていかがですか？娘さんがちょっと演じるっていうようなところを取り入れていただいてますけど。淡路人形浄瑠璃は、実は僕、実際見たことが一回あって、で、そもそもこれを存在をしたときに、なんで淡路が人形浄瑠璃やってるんだろうって単純に疑問に思ったんですよね。で、調べていくと、もともと大阪の文楽座を作った文楽さんも淡路島出身で、このすごい盛んだったらしいんですよ。40ぐらい、劇団があって、日本中を回ってたみたいなところが、だんだん調べてるうちにより分かってきたので、これはもう、淡路人形浄瑠璃を取り上げるしかないなというふうに思いましたね。なんかライオンキングの、ミュージカルの演出家の方も、ここを取材というか、ここで着想を得たみたいな話もあって、非常にこの淡路島にある特殊な文化だなというふうに思いましたね。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとそんなところで、また冒頭にご紹介させていただいた、ブックショットアワードの過去の大賞受賞者のお二人にもここでご登場いただいて、皆さんに質問をぶつけていただきたいと思います。じゃあ、森菜子さんと結城翔さん、あと、高監督と加藤監督にも再びご登場いただこうと思います。これで今日の出席者、すいません、再び揃った形になるんですけれども、これまでのお話を、聞かれて、いろんな感想があるかと思うんですけれども、そのあたりお伺いできればと思います。森菜子さん、どうでしょうか？はい。はい。恐縮ですが、では。私はこの回を通して、一番初めの方に高野由太さんがおっしゃってた、北海道の冬の朝の空気感がすごく好きっていう言葉がすごい印象に残りまして、で、
冬の朝っていうのはどの地域にも等しく訪れるものだと思うんですけれども、そこに北海道のって一言足すだけで、なんかその地域独特の美しさだとか情景だとかが浮かんでくるかと思います。で、お伺いしたいのが、お三方の作品性に直結するような、何かハッとするような、いろんな地域独特のものですとか、なんか美しいと感じたようなものは今までございましたでしょうか？ありがとうございます。じゃあ、上田さんからいかがですか？はい。まさにあるんです。まさに今回取り上げた、先ほど話しましたけど、人形浄瑠璃ですね。で、それが息づいてるっていう、なんか、淡路島では、鳴門の南の方ですけど、南淡路島ですけど、人形浄瑠璃のクラブ活動とかもあるわけですよ。で、そういう息づいてる文化みたいなのが、知ったときにすごく興味深いし、営みとして美しいなと思いましたね。ありがとうございます。じゃあ、お前さんいかがですか？はい、そうですね。今回取材させていただいた方のお一人に、民話の語り部をされている方がいらっしゃいまして、その方のお話を聞くに、その方がその語り部の中心的な方だと思うんですけど、福島県にはですね、語り部さんがすごい数、2、300とか、そのちょっと正確な数は今言えないんですけど、かなりの数の語り部っていう方がいらっしゃるらしくて、で語る人によってその微妙に民話の話とかストーリーが変わっていくっていう、その土地だとかそこでの生活が物語に影響を与えて、どんどんこう派生するように受け継がれていっているっていうのがすごい魅力だなと思いました。ありがとうございます。高野さんいかがでしょう？はい。さっきお話しした冬の朝のところで言うと、なんか、すごく寒い朝ほど良くて、さえざえとした空気というか、何も混ざってないような気がするような、すごくこう正常なものを体内に入れたような気分になるというか、そういう感覚があって、寒い朝こそ、こう深呼吸してしまうというか、私だけかもしれないですけど、いう感覚があって、朝の空気っていうとそれで、あともう一つ好きなのが、同じく冬なんですけど、雪が降ってる中の夜に除雪とかをしてると、空が雪降ってると明るい感じがするというか、明るいんですよね。なんか、灰色と紫に少しこう赤みを落としたような色で、都会の夜って暗くならないっていうのとはまた違う明るい空の色が私は一番結構好きな色で、空の色としては。そのなんか明るい空の色も美しいなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ゆうきさんいかがですか？ゆうきしおんさん。はい、貴重なお話ありがとうございました。そうですね。やっぱりお三方の作品拝読させていただいて、日本の美、美しさの裏には一種のこうグロテスクさというか、こう生に対するやっぱ死の香りみたいなのが含まれているのが特徴なのかな。それがお三方に共通されている、美のモチーフなのかなと感じました。で、伺いたいんですけど、いわゆるこれ伝統的な美をモチーフにされていると思うんですけど、これから50年後、100年後の未来の人が見たとして、今の日本の現代の文化で伝統的な美として残っていくであろうものは何だとお考えですか？じゃあ、順番逆で高野さんからいけますか？なんですかね。日本の美っていう今回テーマ伝えてもらったときに、なんだろうって考えて、やっぱ言葉かなって思ったんですよね。言葉移り変わっていっても、こう増えていくというか、日本語、共通認識としてある日本語っていうものも、方言とかアイヌ語も地域によって違いがあったりとかってするっていうのあるんですけど、やっぱ日本語の多種多様性って、こう昔の言葉、今ある言葉ってどんどん多分増えていって、
こう、使われなくなってる言葉もあると思うんですけど、でもなくならなくって、言葉って、日本語って私にとってはすごく美しいもので、日本語がすごく一つのことを表現するのにいろんな言葉があるからこそ、小説を書くときに同じことを書こうとしてもきっと人によって全然違う表現のものが出来上がると思うので、やっぱ言葉かなって私は思います。方言については大前さんもおっしゃってましたけど、いかがですか、今の質問について。そうですね。そうですね。方言が現代の美という面白いものだなとは思ってはいるんですけど、そうですね。未来に残るかどうかは、そうですね。わかんないですね。残ったらいいなと思います。ありがとうございます。上田さんいかがですか？はい。形式としては、やっぱり今も残っている歌舞伎とかですね、能とか、そういう伝統芸能っていうのは、ある程度残っていくと思うんですよね。で、その中でも、やっぱりこれがすごく日本人の感性に刺さるなっていう方っていうのは、多分テレビドラマに反映されたりとか、小説に反映されたりとかって残り続けていくと思うんですけど、僕はやっぱり言葉ってすごくやっぱり重要だと思っていて、今回僕の作品を翻訳してくださった方がおっしゃっていた通り、君たちって日本語では言うが、それを普通には英語にはできないとか、あるいはお化けが出てきて、幽霊が出てきて何か言った時に、裏飯屋っていうその感覚とか、そういったものって言葉の中にかなり溶け込んでると思うんですね。日本の様式美とか、文化とか、日本人に刺さる感性の言葉っていうのが結構あると思うので、そういったものを、こういう機会でもですね、どんどん発信していって、改めてこれ、英語にはないんだよな、みたいなものがいっぱい残していくと、そういったものは残していけば作家としては嬉しいなと。日本語特有のですね、アメリカでは裏飯はないですよと言われるようなことをどんどん発掘して発信していければいいなと思いますね。ありがとうございます。そんな、今、言葉の小説家ならではのというか、話が出てましたけど、映像を使って表現をされているお二人にもちょっと一言ずつ何かそれに対する反応をお伺いできればと思うんですけども、高監督いかがですか、まず。ごめんなさい。とても個人的な質問というか、ちょっとお話伺ってて、当たり前に出てくる取材っていう言葉に僕すごい反応してしまっていて、僕らももちろん取材はするんですけど、その小説家さんの、ごめんなさい、テーマが全然ずれちゃうんですけど、小説家さんのその取材の仕方といいますか、取材するときになんていうんですかね、心がけてることだったりって何かあるのかなと思って、ぜひ伺いたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。じゃあ、この質問は上田さん、お答えいただけます？わかりました。僕、取材は後からするタイプなんですよ。今回は結構逆だったんですけど、書いてみて、おそらくで予想していって、実際を見て、やっぱり合ってたっていう感じのことが多いんですよね。で、やっぱり合ってたとか、ちょっと違うなってことももちろんあるんですけど、そこの差分っていうのがすごく面白く感じるし、それこそ作品の根幹に関わってくる部分なんだろうなと思っていて、僕って取材ってそんな感じですね。要は、自分が予想して書いてみて、事実とどう違うのか、合ってるのかっていう、検証というか、そういうのに近いですね。僕にとってはですけど。違ってたら直します？やっぱ言葉って、物体じゃないので、なんでしょうね。周りの言葉を直せば、そのまま使えたりするんですよね。それがまた面白いんですよ。要は、例えば何か赤いものだったとして、実際見に行った青だったけど、赤と言えるようなシチュエーションを周りに作り込んでしまい使えたりするので、そういうのがすごく偶然も含めて面白いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、加藤監督いかがですか？そうですね。僕もちょっと個人的な質問になっちゃって申し訳ないんですけども、映像化
その原作と映像化の溝みたいなのってずっとつきまとうと思うんですけども、今後も。その映像化された時の本当に違った部分がありなのかなしなのかっていうか、原作者的にこの映像化ちょっと違うんじゃないのかなってところあると思うんですけれども、そういったところをちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども。じゃあ、この質問は大前さんいいですか？ユキの時があったので、はい、経験者としていかがでしょうか？そうですね。一旦自分が書いたのは小説という言葉なんですけど、自分の場合は、それが一旦映画とか、もしくは舞台だとか、他のコンテンツに移行されると、なんでしょう、自分はそんなにもう関係がないというか、そっちの分野で面白くやってもらうものだと思っているので、むしろ違いがあった方がいいというか、映画に合うように、映画とか、もしくは他のコンテンツに合うように、いくらでも、書き換えてくれたらな、と個人的には思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、そろそろいいお時間になってきたので、最後にプロジェクトに参加いただいた作家の3名の方々にちょっと総括的なコメントをいただければと思うんですけれども、先ほど美についてちょっといろいろお話しいただいたところもありましたけれども、ちょっと今回のその無茶ぶり企画も含めて、もう二度と嫌なのか、またやりたいみたいな話もいろいろあるかと思うんですけど、そのあたりちょっといろいろお伺いできればと、最後に皆さんから、お一人ずつお話しいただければと思います。じゃあ、高野さんからお願いします。はい。さっき、ご質問あったときに、日本の美っていうと私は言葉かなって思いますっていうことでお話ししたんですけど、今回みたいな形でお話を書かせていただくのも初めてでしたし、私は取材をするのも初めてだったりとか、すごく初めてのことがいっぱいあった今回企画だったので、これが難しいのか、こういうふうにお話をいただいて小説を書くのが難しいのかもわからないくらいの状況で書いていたので、もしまた何かあるっていうときは、私は挑戦してみたいかなとは思います。楽しかったです。ありがとうございます。大前さんいかがですか？最後に。はい、そうですね。今回あんまり、今までにそこまであんまりなかったような企画をいただいて、単純に楽しかったっていうのと、こういうふうにいろいろな民話だとかを、小説という形に変えたり、もしくは映像化したりとか、そういう、なんでしょう、語り継がれてきたものを、別の、その時代その時代というか、その時の条件に合った別のコンテンツに変えていくっていうことが、もともとあるものというか、根強く生き残ってきたもののエッセンスとか、そうですね、何らかの土地だとか、国だとか、そういう何らかの特有のものを、そうですね、補足ではあったり、変わっていったりはしたりはするけれど、なんやかんや、語りつないでいかれるというか、そうですね、いろいろな作り手だけじゃなくて、その時代その時代で、何らかの関心を示す人がいる限り、なんでしょう、作品がつながれていくっていうことは、なんでしょう、いいことだなと思いました。ありがとうございます。じゃあ、最後に上田さん、お願いできますでしょうか。今回のそのイベントを通して、ちょっと気になったのが、翻訳者の方のコメントなんですよね。高野さん、大前さんの翻訳者の方はすごく両作品を絶賛されてましたけど、僕の翻訳のテリさんはですね、どっちかというと訳しにくいよっていうクレームみたいなものがあって、そこはすごい印象的だったんですけど、逆にそういうのを受けるような、要は訳しにくいとか難しいとか、それってやっぱ日本固有のものだからだと思うんですよ。裏メシアというのがちょっと訳しにくいとかですね。そういったものが発見できたりとか、改めてもしかしたらそうかもしれないと思いながら書いてたんですけど、そういった表現をしてこういった反応をいただける限りすごい貴重なので、ものすごく僕的には刺激になりましたね。で、そういったものを、いっぱいたくさんあると思うんですよ。日本語の中、日本文化の中に。そういったなんでしょうね、
自分たちは気づかない、もしかしたらこれが日本の美なのかもしれないっていうのを、まあ、発掘できる機会ってそうそうないので、こういった機会いただいてすごく嬉しかったですし、本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、フォローじゃないですけど、テリーさんとは30分ぐらいいろいろお話をした中のあれが一部分なので、すごい、作品についてもちろん絶賛されてましたので、そこは、フォローじゃなく、はい。嬉しかったです。でも、まあ、全然趣向の違うコメントで、そこに反応していただけてよかったなと思います。いや、本当によかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、そろそろというか、いいお時間になりましたので、これで締めさせていただきたいんですけれども、まあ本当にもう皆さんいろいろおっしゃっていただいた通りの話で、もう本当に今日は文学とか映像の観点から、まあその芸術だったり、まあ日本の美みたいなところにも、つながるお話がいろいろできたのかなと思います。で、最後にちょっといいコメントでまとめようかなというようなことも考えてはいたんですけど、上田さんおっしゃるように本当に分かりやすくそうやって何か、まとめちゃうことの、難しさみたいなところっていうのは非常にあると思うので、本当に今日のこの全体を通して、いろんなご意見があったと思うんですけども、いろんなもう映像と文学が影響し合ったり、過去のものと、現在が影響し合ったりみたいな、お話とかを、全体的に聞いて、まあ、綺麗にはまとまらないんですけれども、本当に美っていうのは多様で、芸術っていうものは多様で、それぞれ、いろんなことを感じていけるのではないかなというふうに、考えました。全然まとめにはなってないんですけども、こんなところで、本日のパネルディスカッションを終了とさせていただきたいと思います。ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、最後にすいません。ちょっと、この画面の記念撮影を、記念に、撮りますので、ちょっと皆さん、笑顔で、手を振っていただくような形で、実際に振らずに、こう、振ってる手で、お願いできればと思います。あ、いいっすね、大前さん。告知が出てきました。はい。どうでしょうかね。はい、ありがとうございます。これで本当におしまいでございます。本当に今日は長時間ありがとうございました。はい。じゃあ、これにて日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションは、終了です。長い時間ご視聴してくださった皆様も本当にありがとうございました。どうも、それではこれで失礼します。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。